誕生日おめでとう。遅っびっくり。おめでとうございます。ありがとうございます。遅っ。8月ね、はい僕の誕生日に、そうね、彼木村柾哉君が料理をね振る舞ってくれたんですよ。懐かしい。その説ありがとうございました。どういたしまして、こちらこそ。その時に、お返しで、俺が手作り料理を振る舞いますっていうのをね、ポロって言ったら、まさか今回ね叶えました。ありがとうございます。まさかの。はい、前回は俺の誕生日の時は、まさやはもう俺の好きなものというか俺のために作ってくれたですね。ですよ。今回はあえて俺がよく作ってるものを食べてほしいってことで、マジで別にまさやがそんなに大好物っていうわけじゃないかもしれないんですけど、そこは許してね。わかりました。男飯ということだけを聞いて今日はやってまいりましたので、今日はですね、生姜焼きを作りたいと思います。いいですね。軽いスープとあと冷ややっこ。これ冷ややっこ俺あんま食べないんですけど、じゃあまさやは何と言っても健康志向すぎて、豚肉だけだったらちょっとなんか文句言うかなと。いやいや考えてくれてるやんちゃんと。いやいやちょっとね、冷ややっこなんてでももう乗せるだけですからそれが俺流のの男飯なんで、ちょっとただの冷ややっこじゃない。いやただの冷ややっこまさやがやる料理って結構凝ってるじゃん。まあ確かに凝ってる時もある。見たことありますみんな。何が朝食まさやの定食みたいなやつね。あれもし写真あれば今ここに出してね出しすぎ。そしてもうそう本当にあんなに手の凝った料理を見せられたら、料理してない人は料理ってやっぱ大変なんだなって思うもんね。簡単やねってあれだから。だからサバを焼いてあと全部乗っけてるだけ。あんな洗い物めちゃくちゃありますからね。それをだから料理しない人にもあなたにも伝わればいいかなと思って、あえて俺の普段やってるものをプレゼントしたいなと。ありがとうございます。ということでじゃあ早速ね今回はこんくらいラフでいきますから、料理中もちょっとまさやのこんくらいラフだから聞ける話とかもどんどん聞いていこうかなと思ってますので、楽しみです。ということでじゃあ早速料理に移りたいと思います。来た。ということで料理始めたいんですけど、近いな危ないよこれ。料理するから危ないんで近いんでやめてください。まさやはよく料理するってことですけど、今日これ使うんですよ。調味料とかこれでよく使ってるものあります？俺が？マジで俺これ全部の料理に入れろよっていうのがあるんですよ。全部の料理に入れろというか入れたらこんなん何でもうまくなるよみたいなものがあったわけ。なんだろう。甜麺醤。一つ正解。まだある。もう一つ。この甜麺醤ってさ使う？甜麺醤は俺あんまり使わないかも。これマジで肉にこれ入れときゃうまいか。あとはまだあるってことでしょ？もう一つあるんですよ。もうこれ何？リンゴジャムなんですけど、これね後で話すわ。これは違う。これ違う。これねニンニク、刻みニンニクなんですよ。ニンニクでしたかこれ。これ全部に入れた方がいい。ニンニクはね。ニンニク好き？大好きです。よかった。パンチが出ますから。この2つも料理しない男飯好きの方、これを入れて肉を炒めてください。なるほど。そうすればうまいもん。大体うまくなる。そう。じゃあ早速始めていきたいと思います。じゃあまずはねタレ。生姜焼きのタレ作ります。それもねこんな大根おろしこれにいろんなものをぶち込むだけなんで。男飯。その前にちょっと手洗いたいと思います。男飯だね。ということで今日はまさやの誕生日コーナーということで、まさやに聞けない話もいろいろ聞こうかなと思いまして。何を聞かれんの俺。怖いんですけど。まずはだから好きな食べ物。好きな食べ物。そういう感じ？選べないもんだって俺好きな選べ物。そうやって言うでしょいつも。あえて選んでみて。好きな食べ物？なんだろう。アボカド。いや料理だろ大体。料理ね。
じゃあいいよ、じゃあ素材で選んじゃう。野菜部門はアボカドね、一番は。料理で言うともうあれだね、二郎系ラーメン。男飯。本当？二郎系ラーメンも好きですっていう。嘘はあとカレー。カレーね。はい。いいですか、さっきのこのリンゴジャム入れるんだ、ここに入れるんだって。これ聞いてください皆さん、ラジオでね、晩酌の流儀、そうです、番組ね、紹介してくれたんですよ俺に。それをね見たんですよ。見た。入れてたんですよこれ。生姜焼きに、生姜焼きにタレにそれをやったの家で。なんかわかんないけどいいよね。いいちょっと料理感、男飯の中でもそうでしょ、ちょっとなんかなんかちょっとこだわり感出るね。これ結構多めに入れました。本当？そんな結構がっつり。なんかうまかったね。塩ね。違う味の素。味の素。まさやは健康志向すぎてちょっと怖いね。俺がいつも食べてるのも味濃すぎてさ。味濃いの好きよ。結構もう目分量で。もうちょっとこれも入れとこうかな、じゃあ。気分で？気分でちょっと。気分でちょっとだけ入れていい？いつも通り作ってよ。変化球入れてくんなよ。でもいつもどうやって作ってるかなんか俺分かってないから。さすが男飯。男飯なんで。なんか本当は俺ここにめんつゆとかも入れたりするんですよ。めんつゆなんか入れときゃうまいからね。まあ邪魔はしないさそうだけどね。ということでタレ完成。早い。じゃあ玉ねぎ切ります。じゃあ次は、今一番行きたい都道府県は？今行きたい都道府県？都道府県は、北海道かも。何したい？食だね、食。やっぱり食？海鮮もあるし、ラーメンもあるし。時期的にもちょっと寒いくて、雪景色とかも多分すごいと思うんで。玉ねぎは大きめが好き？そうね、俺ね、野菜大きめが好き。ゴロゴロ系が好きなんですよ。じゃあ太めに切ろう。これ大きめに。何切り？くし切り？くし切り。結構でかいよ。大丈夫？これぞ男飯。ね、男飯なんで。漢と書いて男。そう。さんずいの方ね。男飯。男飯。落ちたのはちゃんと気にするんだ。これでもちょっと潔癖なんで。すいません。あれ多いかな。いいか。いつも通り作ってよ。違う。でかすぎてさ、この玉ねぎが。はい、わかりました。ちなみに俺は、この辺だったら落ちても気にしないっす。そう。それで言うと今日後で出てきますけど、ネギね。ネギ問題ね。そうじゃん。いいよ、これ話してたらどんどん進まなくなるんでね。これということでじゃあ肉。いや、スープやるか。今日このスープもね。工程がね。まさやがこのなんかスープ欲しがるかなと思って。ちなみに何スープか聞いていいんですか？ネギわかめスープ。ネギわかめ。韓国とかでよくあるわかめスープにネギが入ってるみたいな感じ。だからそれのためのわかめだったんですね、これ。そうだからこれも俺別に普段食わないんでね。まさやのための少しでも体にいいように。すげえ考えてくれてるじゃん。てかさ、どう？話しながら料理するの難しくない？むずい。やった？京介のでもやってるし、その別のでもやってるし。難しいよね。話しながら料理なんかしないから普段。めちゃくちゃ難しい。その間に肉切ります。お湯沸かしてる間にね。ちゃんとね、効率もよく。これ生姜焼きもさ、なんか分かれない？ロース派とバラ派。バラ派。俺の家庭ではロースってこのちゃんとこの形型やった。確かにロースが一番なんか生姜焼きって感じするよね。実はね、俺生姜焼き自分では作ったことないんで。そう。でも俺が普段バラで作ってたんで、バラでやらせてください。いや、もちろんです。京介の男飯です。俺の男飯なんで。俺はだからそもそもこのでかいの買わない。
切られてるやつか。もうすでにどっちがいい？この半分か3等分か。半分かな。半分でいい？はい、もうゴロッと目がもうゴロッと目が好き。好きです。よしよし。じゃあこれで炒めればいいんだね。おお、ワイルドだなちょっと。でスープの味さ付けしよう。すがに。いや、その前にネギ切るか。冷ややっことスープ用に、これ出てきたよ、このネギ問題。この一番外を外す人と外さない人。いや、外す人いねえよ。いやじゃ待って、じゃあ普通にじゃあスーパーにこれ並んでます、でこれがね、こうやってさ、取っていくでしょみんな。これ食いたい。まあ洗えばね、まあマジっすか。剥く人います？これこうやって外側1枚目どこの誰かわかんない人がこうやってさ、いいか、こっちにしようかなってやって触ったやつ、触ったやつやだもん。今日はいい？剥かなくて。でも洗って、すごい洗うね。すごい洗うからね。すごい洗う。まあすっごい洗うからね。これでいい？まあそのくらいで十分ですよ。大丈夫、自分も食べるでしょ今日。いいよ今日は。全然なんか精神的には男じゃない。全然いや作る料理は男飯。俺そもそもここもちょっとなんか嫌だもんね。俺そこまで使いますよ。もうギリギリまで。今回はこっちをスープに入れますから。でこの俺のネギの好きじゃないところをね、ここに砂がたまる。このまま入れてないよねまさか。何、どういうこと？これ砂。ここあんまり感じたことないよ。やばい、食ってるよこいつ多分砂じゃあ大きめにね、切ります。大きめに。普段は小さめ。自分だったらなんか俺ネギは大きめが好きだったんですけど、意外と小さめもいいなっていう最近は感じでした。もうこれをスープに入れてわかめ入れて味付けしたらスープ完成ですからね。早い。これじゃあ味付けます。これも適当で、そう醤油と、ここに来てね、やっぱこいつは万能ですね。どう？このスープに入れるだしって何系が好き？俺の家にはこの本だしとソーミシャンタンとだしだとだしだね、鶏ガラスープのことがあるんですけど、どれが一番このスープに個人的に好き？やっぱ本だしはちょっと和風和でしょ？そうね、俺は鶏ガラが多いっすかね。鶏ガラいいね。こいつはもう全部に入れて。味の素全部に入れましょう。これを入れますね。でもだからスープはいつもよりもちょっと薄めにします。マサヤなんで。俺濃いもの好きですよごま油もね。ごま油大事。わかめスープでしょだって。なんか俺の料理を振る舞うとか言いつつすっごい様子を伺ってる、気にしてるなめちゃくちゃビビってるやん。みりんこれくらいでしょ。これじゃあ味見するか一回な。スーパーとかでさ、調味料みんな結構好き。調味料見るのが好き、じゃあ一番好きな調味料は？一番好きな調味料、なんだっけ、さっき言ってた鶏ガラです。うまい。オッケー。そしたらじゃあここにネギ入れます。全然興味ないじゃん。何が一番好きな調味料なんて言った？鶏ガラね。集中してるね。ちょっと今料理しながら難しいからね。料理してるからさ、これ入れればもう健康です。わかめ好きですよ。もう健康志向の方これ入れてください。わかめをシンプルにうわ、もうできたよ。食べるのもいいですよ。匂いからして。でそこにこのごま、これスープ完成ね、できました。これでちょっと時間待ちます。よっしゃ。そしたらじゃあ冷ややっこも完成させましょう。冷ややっこの薬味といえば何ですか？俺みょうが入れるんですよ。いいね。今日はないんですけど。冷ややっこの薬味といえば、まあネギかな。シンプルに小ネギね。細かネギね。小ネギと生姜。そう。チューブの生姜とか。じゃあちょうどよかったね。あって。待って。
いいですね。いい？手際が。手際いい？素晴らしい包丁さばき。ありがとうございます。これを上に乗っけて終わりです。はい。どう？もう乗っけといていい人？冷ややっこに対してネギを乗っけといていい人です。いいですか？はい。俺このね豆腐を切る時になんでそうやって切るのが流行ってんのかなって思うんですけど、なんで豆腐はここで切るのみんな。なんでだろうね。まあね、味噌汁とか入れる時とかもさ、あれは何？かっこつけ？まな板に乗せたら持ち上げる時にまた崩れちゃうからじゃない？じゃあやるねこれ今日。いつものやり方でやってよ。なんで変えてくるの？やるねちょっと。いつもの憧れあるし。憧れあるんだ。ぶつけでやんねん。やるねこれね。いきますよ。これ何これ？どうやってこれでいいかな？4等分にちょっとミニサイズのこれで2人分。はい。で、ここネギ。はい、オッケー。はい。俺これかけるんですよ。食べないのにいつも。いやたまに食べるよ。あ、そうなんだ。いいかけて。もう俺は何も言わないよ。これかけてくださいみんな。これうまいんで。で醤油かけて完成ということで冷ややっこ完成。もうこれあと生姜焼きやって終わりなんで。もうラストスパート近くで見届けます。まさやの深掘りできてないから。いやほんまにそうやで。だって答えても聞いてないんだもん。料理に集中しすぎちゃって。いややっぱり両立って難しいですよ。難しい。わかるよ。理解してます。確かにね。ちょっと油を入れすぎまして。さすがちょっと男飯。いいいかな。じゃあ肉炒めます。ごま油のいい香りが。やっぱ料理っていいな。料理っていいよね。いいよね。じゃあ最近作った料理は豚肉と生姜のスープ。スープね。スープ俺も最近肉入れて作るわ。つみれとか。いいね。俺最近やっと白菜のうまさに気づいたわ。やっと。白菜って別に俺いらねえんだよなと思ってたのずっと。いやでも良さに気づいたと。良さに気づいた。ありがとうね。白菜？ありがとう。白菜君は気づいてくれて。いやもう必須だねこれ。いやもうこんなんもう1日でこれ終わるね。いや入れすぎや。ほんと。で俺ね肉の臭みがあんま好きじゃなくて、できるだけここで胡椒とかでごまかし。俺結構しっかりめに焼くんですけど。まさやはどう？豚肉なんでここでこいつをね聞いてないもんね。出たニンニク。こいつたっぷりきました。甜麺醤。こんくらい。少なめなんだね。もうちょい入れる？まさやに合わせてるから今日は。いい。普段料理をしない皆さんこれだけでうまいから。なんならマジで。いい匂いする。しかもこれ今 10% 増量中でございます。嬉しい。期間限定。嬉しい。甜麺醤の関係者の皆さん甜麺醤の関係者の皆さん待ってますね。で一旦こいつ休ませるんで。お休ませる。ちょっと休憩。休憩入ります。休憩入りますね。豚肉さん休憩入ります。オッケー。いやいいね。これいいでしょ。その油をもうこの油で玉ねぎ炒めます。いいね。やばい。これをね食ってみてほしいわ。これを今。じゃあいきます。じゃあちょっといただきますね。食べて。普通の生姜焼きって別に甜麺醤も入ってないじゃん。これが俺流生姜焼き。うまっ。それだけでこれだけもういけるわ。でしょ。いやめっちゃうまい。めちゃくちゃうまい。それうまいよな。油すごっ。文句？文句や。どう？この玉ねぎの火の通り具合はどれが好きですか？しなしなになりきる前くらいが好きかも。俺野菜生で食いたい人だから。言ってるよね。俺が理解できない。人参も生で食いたいし。そう生で食うのはうまいよもちろん。ドレッシングもかけないもんね。ドレッシングもかけない。いかれてますよ。でもちょっと待ってようかなこの辺で。そうねもうできるから。よしじゃあそろそろねこいつを合流させますんで。
マサイがうるさいからこの油はやめとこうかな。いやちょっと脂質気にしちゃうんですよね。そしたらこのタレね入れますからね。レッツゴー。大丈夫かなこれ。え、入れますよ。いつもそんな感じなん？いつもこんな感じ。今日はうまいかなと思って毎回料理してる。じゃあもう一か八かなんだ、味付けというか。生姜焼きって意外と簡単に作れんだなと思って、そっからすげえ作ってるもん。あ、頻繁に作るんだ、よく。他何作るの？エビチリ。おお。エビチリをそれこそ甜麺醤とかコチュジャンとか、そこら辺の調味料入れまくって食うっていう。できました。早い。ちょっと味見していい？うん、お願いします。さすがに。あ、でもいい匂いするわ。なんか味が薄い気がするけど。まあまあまあ。完成。素晴らしい。うまそう。まあいい。この間に考えてるから。そうだ。これを機に料理チャンネル藤巻京介流料理振る舞うチャンネル